私が、お坊さんってね、よく刑務所に行くことがあるんですよ。え、そうなんですか？で、これは、いわゆるボランティアなんですけども、え受刑者の方が、例えば、誰かをこう殺めてしまった人たちが、お経をあげてくださいって言われると、で、行くんですね。うん。で、これ指定された、国から指定されたお坊さんが行かれるんですけど、私はちょっとここに加盟してなかったんですけど、とあるお坊さんが、これ教会士っていう仕事なんですけど、はい。教会士をされたお坊さんが、ちょっとその日どうしても行けないので、うん。ちょっとミキさん代わりに行ってもらえませんかって言って、ピンチヒッターにしてはこれ豪華ですけどね。いや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 で、私で本当にいいんですかって言ったら、それもちゃんと許可を取りましたと、刑務所の方に。うん。で、ちょっと案件だけにミキさんがいいと思うんですよねっておっしゃったんですよ。案件。はい。案件が。で、そうですかって言って、行かしていただいたんですけど、そしたらいわゆるよくドラマで見るようなあれありますよね。面会室みたいな。ああ、はい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 。プラスチックの。こうちょっとこう、ガラスのというか。隔てられてるってそうです、いうね。そうです、隔てられてる。で、その向こうでね、年がね、当時、21ぐらいの、男の子だったんですよ。お若い方ですね。若い方。で、その人が、私の前に座って。で、私、それ越しにね。で、中にも入れるそうなんですけど、なんかね、その日は、ちょっとその面会室をそうしてくださいって言われて、隔てた状態で2人向かい合って座った途端、その男の子がね、私の方をずーっと見るんですよ。うん。で、なんか見えるのって言ったら、いや、逆に、見えてるでしょって言うんですよ。え、その男の子が？男の子。はい。で、何が見えてるってどういうことって言ったら、分かってるくせに、早く言ってくださいよって言うんですよ。うん。で、いやいや、何も見えないけどって言ったら、いや、今ここにいる子供見えてるんでしょって言うんですよ。で、って言って、よく聞いたら、刑務官の方のお話では、あの子、こっちの耳聞こえてないんですよって言うんですよ。うん。ちょっと鼓膜が破れちゃって、何にも聞こえないはずなんですけど、夜になると騒ぐんですと。だから、今からお経をあげてくださいって言うんですよね。で、面会室で私お経をあげることになったんですけど、その前に、なぜ、何かが見えるのって私に聞いたのって彼に質問したんですよ。はい。そしたらこの男の子っていうのは実はね、いわゆる車を盗難して、第三者に売買する仕事をしてたんですよ。うん、仕事っていうか悪いことしてたんですよ。犯罪ですよね。犯罪、はい。で、コンビニエンスストアに止まってる車で、パッと行く人いるじゃないですか。エンジンをかけたまま。行っちゃう方、ね、ご覧の皆様の中にもおられるかもしれませんけど、そういう車を狙って、パッと乗って、そのまま取っていくんですって。うん。っていうことを、彼してたんですよ。えで、そのまま、その日もコンビニエンスストアに止まってる高級車に乗り込んで、そのままバーって逃げたそうなんですよ。うん。で、どこへ行くかっていうと、その盗んだところが近くに港がありましてね、うん。そこにバイヤーが買い付けに来るんです。へで、その港に向かってずっと行くんですけど、港が大体、どっからの情報でそれ彼が仕入れたかわかんないですけど、3時から4時の間、1時間だけ買い付けの時間があるんです。深夜ですか？深夜の。へで、そこに3時から4時に行かないとダメなんですよ。うん。で、あまり早く着きすぎると怪しいからっていうので、バイヤーが来ない可能性もあるので、絶対3時きっかりでみんな集まるそうなんですね。へで、ちょっと時間があったので、なんか高速道路に乗るとナンバー読み取られるんですって。うん。だから下道でずーっと港に向かってたんです。うん。で、ずーっと向かってる最中、山道抜けていって、もうあと30分ぐらいで着くなっていう手前で、暗闇の中で車を脇に寄せて、もう深夜なんで、車1台2台1時間で通るかどうかぐらいの道なので、端っこに寄せて止まってたんです。うん。そしたら、遠くの方から車がブーッと来て、で、やっぱりドキドキするらしいんですよ。あれ警察だったらどうしよう。だからブーッと通り過ぎていくんで、よかった。で、また、次車が来て通り過ぎていく。で、また3台目来た時に、この3台目の車がブーって通り過ぎるかなと思ったら、ちょっと通り過ぎたところで、左に寄って止まったんです。うん。で、もしかして警察かもと思ったら、降りてきたのがおばさんだったんです。はい。女性の方。で、あれ女性やなと思って、女性なら多分違うなと思ったら、ずーっと来て、なんかね、車をこう、天井の方を見てるんです。で、窓を開けて、どうしたんですかって声かけたら、いや、今、子供さん車の上乗ってましたよねって言われて、で、とっさに、もうここで顔見られるのも
危ないので、あ、弟ですって言って。で、あ、そうですかって言って、こんな夜遅くに大丈夫ですか、何かあったんですかって言われて、あ、何もないんですと。弟がちょっとトイレしたいから泊まっただけなんですって。あ、そうでしたか、すいませんっておばさんまた車に乗ってどっか行ったんです。うん。で、もちろん車の中に自分一人しかいませんし、子供なんて絶対周りにもいませんので、怖くなった彼は、ちょっと早いけど、ゆっくり港に向かおうと思って車出したんです。はい。で、ずーっと走ってる最中、やっぱり怖いので、ラジオをつけるわけですよ。で、ラジオをつけて、なんか選曲してても山の中なんで、ザーっていう、もう、どこも曲が入らないわけですよね。で、ザーって言って、もう全然入らへんなと思って、ザーって言ったら、子供の声で、後ろって聞こえるんです。で、あれ今なんか音が入ったなと思って。で、また調節してたら、お兄ちゃん後ろっていう子供の声が入ったんです。はい。で、あれこれ明らかに子供の声ってだんだん怖くなって、ラジオを切ったままずっと走ってるんですけど、さっき、お兄ちゃん後ろって言ってたじゃないですか。後ろがすごく気になって、バックミラー見るそうなんですけど、後部座席が見えなかったんで、うん。思い切って、これちょっと後ろ見ようと思って、パッと振り返ったら、誰もいないんです。はやっぱ気のせいかと思ってパッと前見たら、電信簿にバーンと直撃で、それで鼓膜が破れて、彼警察に捕まったんですよ。はで、その日以来、耳元でずっと前向いてると、お兄ちゃん後ろっていう子供の声が未だにすると。で、私が行った時に、まあ、おそらく前の教会士の方から、霊感のある人が来るからって言われてたのかわかんないですけど、見えてるんでしょっていう。い。なるほど。それでそういったわけですね。そうなんですよ。で、これはもう何が原因か全くわからないんですよ。その子がどこから来たのか。うん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 。で、まあ、結局、もう私が言ったらもちろんお経をあげたんですけども、一番大切なことは何かっていうと、これ、玄弱王本人っていう言葉がお経の中に出てくるんですけど、もう一度いいですか？玄弱王本人。で、これどういうことかっていうと、何事もね、本人に返ってつきなんて読むんですけど、うん自分がやった悪いことって必ず自分に戻ってくるんですよ。うん。だからやっぱりこの例から逃れたかったら、供養ももちろんですけども、あなたが反省しなくちゃいけない。だからやっぱり人の車を潰してしまったこととか、今までやった悪いことを反省しなさいって言って、分かりましたって、その日から写経をしたり、手を合わせるようになって、耳元でその男の子の声が消えたんですよ。へえ。ですから、悪いことをする人って、必ず何か自分に返ってきますんで、で、これ逆にいいことをするといいことももちろん返ってきますので、悪いことをもししようとしている方はやめていただきたいなというお話です。また階段の中にはい。教えがはい。入っていましたけども。はい。その男の子って謎ですよね。謎なんですよ。だって、なんか、その車についてた男の子なのかどうなのかもわからないし。わかんないです。でなんで後ろっていうふうに言ったのかもわからわからないです。ないんですよ。でも、全く後ろと言ったことによって事故を起こしてしまったわけですよね。そうです、そうです。で、これは、もしかすると、どっかの男の子の霊というよりは、もしかするとね、その方のご先祖さん、なるほど。今反省させなくちゃいけないと思って、そうされたのかなと思ったりもするんですけどね。まあ、そういうことばっか続けてたらね、そうですね今後もっと、えね、何かこう、ね、人を殺めてしまうとか、そうですねもっと悪いことをしてしまう可能性え、がえあったから、本当にこの辺りえ、でっていう。今のうちにっていうね、思いがあったのかもしれませんね。だから悪口を書いたり、インターネットって今簡単にできるじゃないですか。ええあれも必ずその本人に返っていくので、